今日はなぜベクトル検索エンジンが重要なのかについてお話しします。まず、特許申請という形で注目されているのが、浦田哲夫さんによるこの技術です。ベクトル検索エンジンは、従来のキーワード検索とは異なり、情報の意味や文脈を理解して、より関連性の高い結果を提供できる点が大きな特徴です。これにより、膨大なデータから必要な情報を効率よく見つけ出すことが可能になります。次のスライドでは、具体的な特徴や利点について詳しく見ていきましょう。従来の検索エンジンは何をやどこでといった具体的な情報を見つけるのに非常に優れていました。しかし、なぜという理由や意図、背景、目的についての質問には、曖昧で一般的な答えしか返せないという限界がありました。そこで登場するのが、ホワイベクターサーチエンジンです。このエンジンは、なぜという問いに焦点を当て、その部分だけを抽出してベクトル化します。これにより、検索者の動機や価値観に基づいた、より意味のある回答を提供できるのです。例えば SNS 上での炎上や誹謗中傷といった問題も、ホワイベクターを使うことで意図の翻訳や干渉剤として機能し、冷静に訴求点を抽出して再提示できます。結果として、建設的な対話へと誘導することが可能になるのです。なぜ言葉をベクター化することで深層心理に迫ることができるのか、その理由をお話しします。従来のキーワード一致やルールベースの処理では、単語の意味や文脈の近さを十分に捉えることが難しいんです。そこで登場するのがベクター化の技術です。ベクター化とは、単語や文章を多字元の意味空間に数値として配置することを指します。これによって、言葉の曖昧さや多義性を吸収しながら、意味の近さを定量的に測ることができるんですね。この仕組みを活用すると、従来の検索では見つけられなかった意図に近い情報を、より高速かつ高精度に抽出できるようになります。つまり、ベクターは言葉を数値化して意味を操作可能にする、次世代の AI コミュニケーション技術の最先端だと言えるでしょう。このスライドでは、なぜ太陽光発電を導入すべきかという問いに対する回答の違いを比較しています。まず、従来の検索エンジンやチャットボットによる回答は、太陽光発電が再生可能エネルギーで環境負荷が少なく、コスト削減にもつながるという表面的な情報が中心です。しかし、これらの回答はファット、何かとハウ、どうやってが混ざっていて、本質的なホワイ、つまり導入する理由や意義に十分に焦点を当てていません。単に文脈に合わせて推論しているに過ぎません。一方で、ホワイベクターサーチエンジンからの回答は明確にホワイにフォーカスしています。太陽光発電を国際的な環境戦略の一環として位置づけ、温室効果ガス削減やエネルギーの自立、そして脱炭素社会への移行といった社会的な意義を強調しています。このように、深い文脈理解に基づいた検索が可能であることが大きな違いです。つまり、ホワイベクターサーチエンジンは目的や背景に特化した意味軸を使い、そのための回答の質が段違いに高いと言えます。では、ホワイベクターサーチエンジンがどのような利用シーンで役立つかを具体的にご説明します。まず、科学論文の因果抽出支援です。膨大な論文の中から、その主張の理由や根拠となる仮説やエビデンスをホワイベクトルで正確に抽出し、論理構造の理解や目的意識に沿った深い知見の獲得をサポートします。次に、政策立案 AI としての活用です。法案や政策に対してなぜそれが必要なのかという点をホワイ軸で評価し、国益や民意との整合性を確認します。これにより、国会答弁や予算配分の説明責任をより強化できるわけです。そして企業戦略レビューの分野では、過去の意思決定ログや会議資料から、その戦略の狙いや背景、撤退の理由までを意味ベクトルで解析し、これまでの意思決定を動機に基づく知的資産として蓄積、活用することが可能になります。また、医療 AI カウンセラーとしては、患者の相談や発言からホワイ軸で本当に困っている理由や治療の先行動機を抽出し、
表面的な症状だけでなく心の奥にある目的を理解した上で対応できる点が強みです。最後に、人材育成や教育支援の場面でも、なぜ学ぶのか、なぜ迷っているのかといった根本的な動機を捉え、モチベーションや成長を妨げる要因の抽出に優れています。このように、幅広い分野で本質的なホワイを掘り下げることが、ホワイベクターサーチエンジンの大きな特徴です。ここでは、データの形式ごとのメリットとデメリットについて詳しく見ていきます。まず、ツリーやラベル構造は情報を階層的に整理したり分類したりするのに非常に便利ですが、複数のカテゴリーにまたがる情報の扱いが難しいという点があります。また、意味の重なり合いを表現するのは苦手です。次に、記号論理は推論や明確な判断処理に強みがありますが、その反面、柔軟性に欠け、ルールの設計や保守が大変です。人手がかかる点がデメリットです。テキスト文は表現力が高く、人が読んで理解しやすいという特徴がありますが、検索や分類は難しく、同じ意味でも異なる表現を区別するのが難しいという課題があります。最後に、ベクトル形式は類似性や文脈の理解、多様なモードの処理、そして意味の軸抽出が可能で非常に強力です。ただし、人間には直接内容が読み取りにくく、意味の解釈は埋め込みの品質に大きく依存します。続いて、検索方式別のメリットとデメリットをお話しします。キーワード検索は高速で単純ですが、文脈や意図を正しく読み取れないことがあります。ルールベースの記号論理は明示的な判断が可能ですが、柔軟性がなく応用が効きにくいです。意味ベクトル検索は意図の類似性の抽出に強く、より深い意味的な検索が可能ですが、その仕組みがブラックボックス化しやすく、透明性が低い点が課題です。最後に、ラベルマッチングは分類が容易ですが、複数の軸や曖昧な意図には弱いという欠点があります。これらの特徴を踏まえて、用途に応じたデータ形式や検索方法を選択することが重要です。ここではベクトル変換の一連の流れについて説明します。まず最初に入力文、つまりホワイ文を受け取ります。次に使用するモデルを指定します。例えば、テキストエンベディング、サンラージといったモデルを選びます。その後、入力文を API が理解できる形式、ここではJIN形式に変換します。そしてそのデータを OpenAI の API に送信します。API からはレスポンスとしてJIN形式の結果が返ってきます。レスポンスの中からエンベディングと呼ばれる配列を抽出します。このエンベディングが高次元のベクトルデータで、例えば1536次元にもなります。この多次元のデータを扱いやすくするために、各次元の値を2乗してすべて合計します。続いて、その合計値の平方根を計算し、これが L2 ノルムと呼ばれるものです。最後に、エンベディングのすべての要素をこのノルムで割って正規化することで、長さが1の単位ベクトルを出力します。この単位ベクトルは元のベクトルの向きを保ったまま、大きさが統一されている状態になります。このようにして、テキストの意味情報を数値化し、比較や検索に適した形に変換するのがベクトル変換の重要なポイントです。太陽光発電は、太陽の光エネルギーを電気に変える再生可能エネルギー技術です。家庭や施設にパネルを設置することで、自分たちで電気を賄うことができ、長期的には電気料金の削減にもつながります。また、燃料を使用しないため CO の排出を抑え、環境への負担を軽減できるのが大きな特徴です。この技術はカーボンニュートラルを目指す社会全体の取り組みとも一致しており、持続可能なエネルギー政策の重要な柱となっています。さらに、エネルギー価格の変動や燃料の国際供給リスクに対処するためにも、地域ごとに電力を自給することは非常に重要です。自然災害や停電時には、蓄電池と組み合わせることで非常用電源としての役割も果たせるため、防災面でも大きなメリットがあります。ですので、太陽光発電は単なるコスト削減のためだけではなく、
エネルギーの安定確保や環境保全、そして災害対策という複数の観点から社会的な意義を持つ技術だと言えます。その一方で、初期投資が高額であることや、天候によって発電量が変動するなどの課題も存在します。しかし、多くの自治体や企業が導入を進めているのは、これらの課題を超える長期的なメリットや社会的責任を果たす価値が認められているためです。太陽光発電がなぜ重要かというと、まず家庭や施設で自分たちの電気を自給できる点が挙げられます。これにより、長期的には電気料金を抑えることが可能です。また、CO 排出の削減や環境への負荷軽減にも大きく貢献しています。さらに、エネルギー価格の変動や国際的な燃料供給のリスクといった不安定な要素にも対応できる技術です。自然災害や停電が発生した場合には、非常用電源としての役割も果たします。これらの多面的な利点があるため、太陽光発電は社会的にも大きな意義を持ち、長期的なメリットと社会的責任への対応という価値が高く評価されているのです。ここでは、データのベクトル化、つまり情報を数値の配列に変換する理由について説明します。特に、太陽光発電に関するデータが例として示されています。太陽光発電は、家庭や施設での自給自足を可能にし、電気料金の削減や CO 排出の抑制につながるため、環境面で大きなメリットがあります。また、エネルギー価格の変動リスクや国際的な燃料供給の不安定さにも強い技術です。さらに、停電時の非常用電源としての役割も果たすため、社会的な価値が非常に高いと評価されています。こうした複雑な情報を機械学習や解析に利用するために、テキストをベクトルに変換して処理しやすくするのがベクトル化の主な目的です。ここで示されている Vectorize_why.rs や Vector_output.gin は、その処理のコードや出力例を表しています。要するに、ベクトル化は情報の本質を数値として捉え、効率的かつ正確に分析・判断を行うための重要な技術だということです。ここでは、なぜ太陽光発電を導入すべきかという問い合わせに対する検索フローを説明します。まず、問い合わせ文をベクター化します。つまり、文章の内容を数値のベクトルに変換することで、コンピューターが意味を理解しやすい形に変換する作業です。具体的には、太陽光発電は家庭や施設で電気を自給できること、長期的に電気料金を削減できること、CO 排出を抑制し環境負荷を軽減できること、さらにはエネルギー価格の変動や国際的な燃料供給リスクに対応できるメリットがあるなど、多方面からの社会的意義を含む文章がベクトル化されています。このベクトル化された情報をもとに、システムは関連するデータや回答を効率的に検索し、適切な結果を返します。こうした検索結果は、Vector_output.gin という形で出力されます。このように問い合わせをベクトル化して検索することで、単なるキーワード検索よりも深い意味を理解し、より正確で有用な情報を提供できる仕組みになっています。太陽光発電は、家庭や施設で電気を自給できるだけでなく、長期的に見て電気料金の削減にもつながります。さらに、CO 排出の抑制や環境負荷の低減といった環境面でのメリットも大きいです。加えて、エネルギー価格の不安定化や国際的な燃料供給リスクに対応できる点、さらには自然災害や停電時の非常用電源としての役割も持っているため、社会的にも非常に価値の高い技術と言えます。これらの多様な課題を乗り越える長期的なメリットや、社会的責任への対応としての重要性が太陽光発電の導入推進につながっています。また、太陽光発電は温室効果ガスの排出削減やエネルギー自立を目指す国際的な環境戦略の中で重要な位置を占めており、エネルギー安全保障や脱炭素社会への移行を直接支えるため、積極的に普及が進められているのです。